今回は24年シーズン先発 QB 候補紹介第2弾 NFC16 チーム編をお送りいたします。安定したフランチャイズプレイヤーのいるチーム、ルーキーに託すチームなど AFC 以上に多様性があるカンファレンスの最新 QB 情報をお届けします。昨年12勝5敗でイーグルスとの熾烈な地区優勝争いを制したカウボーイズの先発 QB はキャリア8年のダック・プレスコット。16年の先発デビューからチームの顔として強烈なオフェンスを引っ張ってきました。ここ最近は怪我に悩まされることもありましたが、昨年はフルシーズン出場。4516ヤード36タッチダウン9インターセプションという素晴らしい成績を収め、自身3度目のプロボウルにも選出されました。21年にサインした4年総額160ミリオンの大型契約の最終年を迎える今シーズン。レギュラーシーズンは非常に強いカウボーイズですが、上位シードを獲得しながら昨年はプレーオフ1回戦で敗退。いざという時に勝ちきれないプレスコットをチームがどう判断するかで今後の未来が決まってきそうです。昨年1749ヤードをキャッチしたエースレシーバーの CD ラムを筆頭にオフェンスに素晴らしいタレントが揃っているカウボーイズ。今シーズンはプレスコットの将来を担う大事なシーズンとなりそうです。22年シーズンに NFC を制しスーパーボウルへと出場したイーグルス。昨年も中盤までは圧倒的な強さを見せていたのですが、終盤に失速。先発 QB を務めるジェイレン・ハーツは改革が進むチームの絶対的存在として今年も先発に座ることでしょう。すでに2032年までの長期の契約延長に合意している5年目のハーツですが、その魅力はパワー。パスもそつなくこなせる上、いざとなれば力で切り裂いていける選手。NFL 最強クラスのオフェンスラインを誇るイーグルスですが、要であったセンターのジェイソン・ケルシーが引退。これを受けて今シーズンはどのようなパフォーマンスになるか注目したいところ。両を組むエースレシーバーの AJ ブラウンもチームとの契約延長に合意し、さらにジャイアンツから元新人王のランニングバックセイクウォン・バークリーを獲得。ハーツのバックアップには昨年のスティーラーズの先発 QB ペニー・ピケットも加わり、オフェンス面では充実した戦力がいる印象。昨年逃した地区優勝を再度掴み取ることができるか、新生イーグルスに今年も期待です。22年の躍進を経て期待されていた昨シーズンですが、先発 QB であるダニエル・ジョーンズをはじめ主力選手の怪我に悩まされ、昨年は6勝11敗と大きく低迷。ジョーンズも6試合の出場にとどまり909ヤード2タッチダウン6インターセプションという結果。22年の活躍を経て大型契約を結んだ彼ですが、 ACL 断裂という大怪我はこれからという時にショッキングな出来事でした。現在状況は回復に向かっているそうで、トレーニングキャンプまでにはチームに合流する予定と報道されていますが、モバイル QB 的なプレースタイルへの変更で覚醒した彼にとって怪我がどのくらい影響するのか。スター選手であったバークリーをイーグルスに放出し、新たな編成で臨む今シーズン。ジャイアンツ浮上の鍵は間違いなくダニエル・ジョーンズが担っていそうです。4勝12敗と大きく負け越してしまった昨年のコマンダース。確固たる先発 QB が不在だったチームは今年のドラフト全体2位指名で23年のハイズマントロフィーの受賞者である LSU 大学のジェイデン・ダニエルズを獲得。もちろんまだ先発が確約されたわけではないですが、指名順位の期待度からもフランチャイズの顔として彼を今後育てていくことは確かでしょう。カレッジラストシーズンとなった23年は3812ヤードのパスを投げ40タッチダウン4インターセプション。さらにランでは1134ヤード10タッチダウンと大爆発。ルーキー QB といえば昨年 CJ ストラウドがテキサンズ復活のキーマンとなったばかりですが、ジェイデン・ダニエルズも彼と同じく開幕から先発の座に座り、そしてチームを高みへと導くことができるのか。ディフェンスが大きな武器となっているコマンダース、現在はオフェンスの覚醒を待つ状況。強豪が揃う東地区でルーキー QB とどのような爆発を見せるのか、今から楽しみです。NFC 北地区が現在の形になってから初めての地区優勝。昨年のライオンズは若い力が躍動し、そしてベテランがチームに安定感をもたらし12勝5敗。さらにカンファレンスファイナルまで進む快進撃を見せました。その中心で輝いたのが2016年のドラフト全体1位であるジャレッド・ゴフ。21年に悲劇的なトレードでライオンズにやってきたゴフは、そこから3シーズンでチームを北地区の王者へと導きました。昨年は4575ヤード30タッチダウン12インターセプション。
毎年そこまで成績が浮き沈みする選手ではなく、安定感が抜群なのが彼の素晴らしいところ。エースレシーバーのアモンダ・セイント・ブラウンは昨年1515ヤードをキャッチ。さらにルーキータイトエンドのサムラ・ポルタも889ヤードをキャッチしプロボウル選出。素晴らしいタレントが台頭してきている中、チームはゴフと4年総額212ミリオンの契約延長に合意。若い選手の兄貴的存在として周りをうまく使いながら、今シーズンこそは悲願のスーパーボウル制覇を狙っていくことでしょう。チーム改革により新たな時代がスタートした昨年のパッカーズ。下馬評を覆し、チームを9勝8敗でプレーオフに導いたのが先発 QB であるジョーダン・ラブ。アーロン・ロジャースという偉大すぎる QB の後釜に指名された彼ですが、先発初年度となった昨年は17試合に出場し、4159ヤード32タッチダウン11インターセプションを記録。まだまだイージーミスはあれど、チームとしては大満足の活躍だったのではないでしょうか。得点12位、失点10位と、どちらかがめちゃくちゃ高いわけでもないパッカーズですが、昨年は強豪たちにアップセットをかますシーンが見受けられました。レシーバーたちもジョーダン・ラブ同様非常に若く、乗せたら厄介な選手が多い印象。今年は強豪パッカーズの顔の一人であったランニングバックのアーロン・ジョーンズを放出。これで旧体制の主力メンバーはほとんどが去ったことになり、昨年から始まっている新時代が本格的なものになってきそうです。カーク・カズンズ、そしてダニエル・ハンターというチームのリーダーともいえる選手たちを放出したこのオフシーズン。間違いなくバイキングスは24年から新たな時代に駒を進めようとしています。現状誰が先発 QB かは定かではないというところが本心ですが、今回先発候補としてご紹介するのは、今年のドラフト全体10位で指名されたミシガン大学の QB、JJ マッカーシー。昨年ミシガンをチャンピオンシップに導いた立役者であり、未だ21歳と非常に若い選手。全米制覇を成し遂げた23年は2991ヤード22タッチダウンと、記録的にはそこまで高くないですが、ほぼ満点の QB レーティングを獲得した逸材。バイキングスはベテランとなったサム・ダーノルドもこのオフシーズンに獲得。いきなりマカーシーを使うのかは定かではないですが、今年は新たな才能を育てる1年となってきそうです。NFL トップレシーバーであるジャスティン・ジェファーソンのレシーブが武器なことに変わりなく、彼にきっちりパスを通せる QB がしばらくは先発に座ることになりそうです。ここ5年間勝ち越せていないベアーズは、今年のオフシーズンに最も話題を振りまいたチームの一つ。ドラフト全体1位を保持していたチームが指名したのは、新たな先発 QB、ケイレブ・ウィリアムス。一昨年のハイズマントロフィーの受賞者であり、今年のドラフトクラストップ評価の逸材。素晴らしいパス技術に加え、ポケットワークやスクランブルの技術が高いのが特徴。彼を迎え入れるにあたり、ベアーズは大型補強を敢行。チャージャーズのベテランプロボーラーであるキーナン・アレン、イーグルスから万能型のランニングバック、ディアンドレ・スウィフトを獲得。昨年パンサーズから獲得した DJ ムーアなども加えると、オフェンスには非常に魅力的なタレントが揃ったと言えるのではないでしょうか。基本的にはケイレブ・ウィリアムスを迎え入れるために準備した昨シーズンとこのオフシーズン。未だ未知数ではありますが、今年のベアーズは簡単に最下位に沈むチームではなくなったことは確かでしょう。2016年のドラフト全体1位でブラウンズでデビューし、チームを押し上げたにもかかわらず、一昨年はパンサーズ、ラムズとたらい回しにされたメイフィールド。昨年流れ着いたバックスでの1年は彼の復活を予感させるものとなりました。17試合に出場し4044ヤード28タッチダウン10インターセプション。パスヤード、タッチダウンともにキャリアハイの成績を上げ、バックスをプレーオフディビジョナルラウンドまで引っ張っていきました。バックスの戦術にがっちりフィットしたメイフィールド。一時放出されるかもという報道もあったエースレシーバーのマイク・エヴァンスも2年間の契約延長に合意。基本的には大きな戦力ダウンはなく、24年シーズンをスタートできそうです。ここ数年南地区は NFL 最弱地区のレッテルを貼られている状態。地区優勝したバックスも9勝8敗と絶対的な地位を確立できていません。バックス2年目のメイフィールドには昨年20位だった得点力を上げることが今年も求められていくことでしょう。NFL の歴史に名を残すレジェンド QB ドリュー・ブリーズの引退以降、なかなか未来を託す先発 QB に恵まれていないセインツですが、昨年レイダースのフランチャイズ QB であったデレック・カーを獲得。新たな時代を進めています。キャリア10年のベテラン QB は昨年17試合に出場し3878ヤード25タッチダウン8インターセプションを記録。
得点は全体9位とまずまずの成績を収めました。あと一歩のところでバックスに地区優勝の座を奪われてしまいましたが、現状セインツとバックスが他にチームよりも少し抜けている状態といったところではないでしょうか。2年目のクリス・オラーベが2年連続の1000ヤードキャッチを記録するなど若手の台頭が目立つセインツ。昨年はエースランニングバックのアルビン・カマラの離脱など戦力が揃わなかったシーンも多く見られましたが、ディフェンスも安定感があるためカーのギアがもう一段階上がれば今年は勝ち星を伸ばしていくかもしれません。若手のデズモンド・リッダに先発を任せていた昨年のファルコンズですが、このオフシーズンにバイキングスの大ベテランカーク・カズンズを獲得。 NFL 屈指のパス職人であるカズンズを先発に据えて今年は戦っていくことになりそうです。昨年のカズンズは怪我に泣かされた1年、出場は8試合にとどまり2331ヤード18タッチダウン5インターセプション。残念なシーズンとなってしまったのですが、基本的に健康にシーズンを過ごすことができれば4000ヤード以上のパスを投げることは可能。過去8シーズンで7回の4000ヤード以上のパスを投げており、35歳の現在でもそのパス能力は健在。どちらかといえばランチームという印象のファルコンズですが、彼の加入でどのように変化していくかは今シーズンの注目ポイントです。さらに QB は取らないと予想されていたチームはドラフト全体8位でワシントン大学をチャンピオンシップ出場に導いたマイケル・ペニックス・ジュニアを獲得。今後5年間は QB には困らないと GM が語るように、万が一カズンズに何かあっても若い逸材をバックアップに置いておける体制を整えました。昨年のドラフト全体1位のブライス・ヤングにとってルーキーイヤーは非常に苦いものとなりました。開幕から先発デビューしましたが、オフェンスラインの十分なサポートを受けれず最終的に2勝15敗、 NFL ワーストの成績に沈みました。2位指名だったテキサンズの CJ ストラウドの活躍と比べてしまうと良さが全く出せなかった1年といった感じ。16試合に出場し2877ヤード11タッチダウン10インターセプション、パス成功率は 59.8%、 数字からも彼の苦悩が分かります。チーム的にはヤングのポテンシャルをまだまだ信じており、今年のオフシーズンは彼を助けるための補強を敢行。オフェンスラインではリーグ1のガードとの呼び声の高いロバート・ハントをドルフィンズから獲得。ヤングを獲得するためにドラフトの上位指名を差し出しているという苦しい台所事情の中、チーム再建のために様々なタイプの選手を集めている状態。かつて全体1位 QB が初年度の成績を覆しスーパースターとなったように、ヤングも2年目に本当の姿を見せることができるのか。昨年トップ評価のブライス・ヤングの進化に注目です。昨年スーパーボウルに進出した 49ers は今年も NFC の優勝候補筆頭といったところでしょう。先発を務めるのは22年に彗星のごとく現れた22年ドラフト最終指名選手ブロック・パーディ。7巡目262位指名からのスーパーボウル制覇というシンデレラストーリーが期待されたスーパーボウルですが、惜しくもチーフスの前に敗れてしまいました。それでも昨年は16試合に出場し4280ヤード31タッチダウン11インターセプション、パス成功率は 69.4% という素晴らしい成績を残しました。突出した個性があるというわけではないのですが、着実に作戦を実行するプレースタイルがくせ者揃いの 49ers オフェンスにはすごくフィットしているように思います。昨年の活躍でその実力を確実なものにしたパーディ。レシーバーではブランドン・アイユークとジョージ・キトルが1000ヤード以上をキャッチしており、続くディーボ・サミュエルも892ヤードを獲得。バリエーション豊富な 49ers オフェンスなのでパス一辺倒の戦術ではない中で上位に食い込む成績を残した彼ですが、今年は昨シーズン果たせなかったスーパーボウル制覇を成し遂げるのか、ミラクルを起こし続ける QB の活躍に期待です。2009年のドラフト1位も現在35歳、今や NFL 最年長クラスのキャリアになってきたマシュー・スタッフォード。21年のスーパーボウル制覇から2年、昨年は15試合でパス3965ヤード24タッチダウン11インターセプションを記録。序盤戦からチームがつまずいてしまったため記録を伸ばしきることはできませんでしたが、後半戦の8試合を7勝1敗と復活の兆しを見せたラムズ。多くの選手を入れ替えて臨んだシーズンも最終的にはスタッフォードがうまくまとめたといった印象。スタッフォードの新たな相方として台頭してきたのはルーキーワイドレシーバーのプカナクア。23年ドラフト5巡目177位で入団した叩き上げの選手は NFL で覚醒。ルーキー記録となるシーズン1486ヤードをキャッチしました。
ナクーアが大活躍する中、後半にはエースレシーバーとして活躍してきたクーパーカップも復活。今シーズンは開幕からスタッフォードの弾丸パスを2人の凄腕レシーバーがキャッチするシーンが増えれば、昨年以上の成績を上げることができるのではないでしょうか。おととしシーホークスの先発 QB に定着したのがジーノ・スミス。長年バックアップとしてプレーしていた彼は、ラッセル・ウィルソンが去ったシーホークスにおいて先発を勝ち取り、そして存在感を示した遅咲きの選手。昨年は地区優勝争いに加わりながらも最終的に9勝8敗でシーズンを終えたシーホークス。プレーオフにもあと一歩届きませんでした。ジーノ・スミスは15試合に出場し、パス3624ヤード20タッチダウン9インターセプション。ブレイクした22年の4282ヤードから成績を落とす結果となってしまいました。しかしながらシーホークスには DK メットカーフ、タイラー・ロケットをはじめ素晴らしいレシーバーが揃っている状態。2年連続でプロボールに選出されたジーノ・スミスは33歳の現在でも十分キャリア最高クラスの成績を維持できるのではないでしょうか。今年は名将ピート・キャロルが勇退し、新たな布陣で臨む1年。QB サックがまだ少し多い部分があり、オフェンスラインの強化ができればジーノ・スミスを中心に個性あふれる攻撃陣が躍動しそうです。2019年のドラフト全体1位。これまでの5年間のキャリアで2度のプロボウルに選出されているカイラー・マレーは、ここ2年間は怪我に悩まされている状態。カーディナルズの先発 QB としての地位は揺らいではいないものの、昨年も出場は8試合にとどまり、1799ヤード10タッチダウン5インターセプションという結果に。NFL トップクラスの巨大契約を結んでいる彼としては、チーム的にまだまだ満足のいく結果が現れていない状況です。マレーの離脱の影響もあり、昨年は4勝13敗と低迷。ここ数年主力選手の放出や引退が続いているカーディナルズ。49ers を追撃するにはまだまだ時間がかかってしまうのかもしれません。その一方で今年のドラフトでは全体4位でカレッジナンバーワンレシーバーと言われていたマービン・ハリソン・ジュニアを獲得。ここ数年ルーキーレシーバーが大活躍することが多い中、彼も新人王に輝く可能性の高い選手でしょう。怪我がちのマレーのバックアップとしてはファルコンズからデズモンド・リッダーを獲得。西地区が 49ers 一強となり始めている昨今、組織改革が進むカーディナルズが一矢報いることができるのか、非常に興味深いシーズンになりそうです。